皆さんこんにちは。今日はオシレーション、エクササイズオシラトリーベンチレーション、その意義、基準、対策について、理解してもらいたいと思います。これがオシレーションの絵です。たまに、CPX やってて見る方いらっしゃるかなと思います。こう上下にゆらゆら揺れてて、どこが AT だかなんだかよくわからないというものですね。で、まず定義、この絵はやっぱり言っておかないといけないんですけれども、いろんな人がいろんな定義を言っているのが現状です。よく使われるのはこの5番目のクレムサー、だと思うんですね。これ割と最初ですからね。全運動時間の66% 以上にあって、安静時の分時間気量の 15% 以上の振幅を持つというところで、言っております。で、その他、25% だったり、イッターパミッツ以上とか、いろんな定義があって、それがですね、オシレーション、心不全の何%ぐらいに存在するっていうのにその違いに関係しているのではないかなと言われたりもしています。こういう定義がいくつかあるというのを覚えておいてください。で、もしオシレーションのスタディをする場合には、どの定義に従ったっていうのは必ず方法のところに書くようにしてください。で、臨床的意義なんですけれども、これは心不全の患者さんに高頻度に合併するということです。いろんな報告があります。12から 30% と一応書いてありますけれども、もっと頻度が高いというレポートもたまにあります。で、あとは予後の指標。これが重要でしょうかね。後でお示ししますけれども、V vs VCO2 スロープよりも強力なんだというレポートもあります。で、V vs VCO2 スロープとエクササイズオシラトリーベンチレーションのハザード比を比べてみますと、2.2 対 1.1 ということで、EOV の方が倍ぐらい強いんだというふうに言っているレポートもあります。で、特にエクササイズオシラトリーベンチレーションの頻度っていうのは 12% でノンサーバイバーに多いということは言われていますので、EOV ある人は突然死する可能性もあるということで、慎重に管理をする必要があるということですね。この EOV を加えた予後推定法という、これが一番有名な絵ではないかなと思うんですけれども、ジャックハートフェイリアに書いてあります。で、上の茶色い部分、下の緑、どっちに来るかという、条件、これが EOV があるかないかなんですけれども、EOV がある場合は上に来ます。で、運動時間がどのぐらいかとか、心拍応答がどうかとか、いろんな要素が、ここに含まれておりまして、要するに自律神経も入ったり、循環の問題も入ったり、換気の音も入ったりした、予後推定の方法です。で、ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・ハート・フェイリアにも、EOV の有無を使って、そのベリーローリスクか、マイルド・モデレートリスクか、モデレート・ハイリスクかというふうな分類も示されています。これはジャーナルに載ってますので見てください。で、それのアペンディックスがこれですね。EOV がなければ緑、あれば赤ということで、EOV って非常に危険なんだという意味合いで、使っていますね。あるだけでもうパーセントプレディクティッドピーク VO2 っていうのがすごく落ちてるということもありますし、VVCO2 も高いですし、予後が悪そうだなというのはわかると思います。ここからがすごく、面白いところなんですけれども、EOV がどのようにして生じるか。で、一番有力なのはこの4つが組み合わさってというところだと思います。1つ目が、循環遅延があると。で、それと肺鬱血が起こって、で、あとは化学受容体とエルゴリフレックスの過剰な応答があるという、この辺が加わって EOV ができるというような、話です。で、まずちょっと2番目の肺鬱血からお話しますと、CSAS っていうのも夜寝ていて、LV ファンクションが落ちてしまって、EDP が上がって肺鬱血が起こって、呼吸の異常が生じるという、話がありますよね。それと同じメカニズムです。肺胞の圧が上がって鬱血が出ると。
そうすると肺のストレッチレセプターですね、自衛受容体、それが刺激されて換気が更新して換気の不安定性が生じて周期性呼吸が生じると。これは肺うっ血がまだギリギリある人に負荷かけると高頻度にオシレーション見られますので、まずある説だろうとは思いますが、これだけでは説明つかないかなと思います。というのは、これよく僕出す絵ですけれども、負荷強度が強くなるほどウェッジプレッシャー、塩分以上なければいいですけれども、それが上がるわけですよね。ということは、負荷中どんどん肺うっ血がひどくなるから、負荷中どんどんシチュエーションがひどくなるかなと思うんですが、先ほど最初の定義で言ったように、CPX の途中 66% とかその辺までに消えてしまうということで、肺うっ血だけで説明できるものではないかなというふうに思います。で、そこで循環遅延とか受容体の過剰応答というのが出てくるわけですけれども、これは随分昔1984年、これ虎ノ門病院のデータなんですけれども、X 軸が CI、カーディアックインデックスですね。で、Y 軸が、循環の時間ですけれども、心拍出量が、低下するほど循環時間長いという綺麗な関係があります。ということで、心臓が悪いほど、循環時間は伸びるわけですね。で、これ何の意義があるかと言いますと、CO2 がCO2 分圧、PaCO2 が上がってきたときに、それを延髄の化学状態とかそういうところが感知するんですけれども、そこの時間が遅れるということですよね。なかなか血液が回ってこないということで、気づくのが遅れるというところが非常に重要な意味を持っています。で、今度、化学受容体の過剰応答です。化学受容体っていうのはですね、左の2つの絵で分かりますように、ピークオクシジェンアップテイクとか、AT が低いほど、ケモセンシティビティというのは、更新してるんですね。感受性は更新していると。で、右のグラフでですね、ケモセンシティビティ、この感受性が更新すると、VVCO2 スロープが吸収になる。要するに、過剰換気応答が生じるということです。PaCO2 と換気の関係を示したよくある絵がですね、この呼吸の不安定性、インスタビリティというもので、説明されるんですけれども、緑色が呼吸の応答、黄色が代謝の応答というふうに言われています。で、緑はですね、PaCO2 が上昇するほど換気が刺激されて更新するという関係ありますよね。で、一方ですね、換気が抑制されると、呼吸が止まると PaCO2 は上がってきますよね。それが黄色ということです。この2つ、緑と黄色のこの傾きというものが重要なわけです。正常なパターンです。この赤い点あたりに最初 PaCO2 があったとすると、ちょっと低い場合、換気はそれほど増大しないで、PaCO2 はどんどん溜まってくると。そうすると、あるレベルに達すると、換気状態がそれに気づいて換気を更新させると。で、そうすると、矢印は上に上がって左に来て、で、黄色い線にまたぶつかって換気が止まると。そうするとですね、下向きの矢印になりますね。換気が止まると、また CO2 が溜まって、右の矢印になると。で、だんだんこのループが小さくなって、一点に収束するということになります。ところがですね、この緑の線、呼吸の応答性が更新している場合、感受性が更新している場合ですね、緑の線が立つと。これ、化学受容体の換気性の応答性の更新とか、エルゴリフレックスの過剰応答の場合ですけれども、この赤い点から始まると、このぐるぐるした矢印がどんどん、それ矢印でできるループがどんどん大きくなってしまって、収束しなくなってしまうわけですよね。で、もう一つ、この黄色、代謝の応答が遅い。これ循環遅延の場合ですね。これもですね、やっぱりこの赤いところから始まって、
青い線で作るループがどんどん大きくなってしまって収束しなくなるわけです。でまして、その2つが合併した場合、化学受容体などの応答線が過剰で、しかも循環遅延していると、緑の線は立って黄色い線は横ばいになってしまって、もう全然呼吸がひとたび乱れ始まると収束できなくなってしまうと。これがオシレーションに循環時間と過剰応答が関係しているという理由です。これですね、CPX で X 軸エンドタイダル CO2。エンドタイダル CO2 っていうのは、肺動脈の CO2 とほぼ一緒なんですね。で、CO2 の拡散能ってすごくいいですから、肺動脈の CO2 濃度っていうのは肺胞の一番最後の部分の端っこの、CO2 とほぼ一緒ということで、EtCO2 っていうのは PaCO2 とほぼ P の PaCO2 とほぼ一緒です。で、Y 軸は VE。で、この下の部分から始まっていくんですが、ランプ負荷が始まると足が、代謝をして CO2 がいっぱいできますよね。で、そうすると EtCO2 がだんだん増えてくると。で、その増え方がちょっと増えると換気がちょっと上がるということで、この線、逆くの字型で非常に細い幅で上がってますよね。で、EtCO2 はあるところで今度過剰換気になりますので、吸った外の空気が混ざってくるということで、左上、右上に出たのは左上に上がり出すという、そういうパターンを示すわけです。で、これが、EOV、オシレーションがある場合の関係ですけれども、EtCO2 がしばらく増えるまで V が増えないで、ぐるぐる回るということを、こういうパターンを示すわけです。で、一つ一つ見てみましょう。で、まず赤い矢印ですね。EtCO2 が大きく増加しても循環時間が遅いですから、化学受容体はそれを感知できないと。で、右に来ると。で、あるところで、感知しまして、急にですね、換気が更新すると。で、この更新の度合いがですね、過剰なんですね。で、過剰ですから CO2 が下がりすぎてしまうと。で、換気はどんどん増えていると。で、左斜め上に向かっていきます。で、そうすると、CO2 を下げすぎたということで、急に換気が止まるわけです。で、赤い矢印が下向いてますよね。で、しばらく止まって、CO2 はどんどん溜まるんですけれども、循環時間が長いですから、循環が遅いですから、化学受容体が随分 CO2 が溜まったぞという気づくのに遅れるということで、また右下の方に来てしまうと。で、それでまた換気が急激に更新すると。で、こういうループが完成するということですよね。オシレーションっていうのはこういうことです。このオシレーションかな、そういうこともなんか呼吸がただ不安定で、強くなったり弱くなったりしてるだけなのかなって迷う場合あるかもしれません。この絵みたいに明らかな場合にはいいんですけども、安静時からウォームアップにかけてちょろっと出たような場合もありますよね。で、それの見方の一つとしては、この VO2 と VCO2 と VE に位相差、このタイミングの差があるんですね。この赤い四角いところを拡大してみましょう。こうなんですけれども、この黒が VO2 で、細い黒い線がありますよね。これが VO2 のピーク。で、黄色が VCO2。その黒い縦の線の横に黄色い縦線ありますよね。で、これが CO2。で、青が VE。で、黄色よりもちょっと遅れてピークがありますよね。こういうふうに遅れるんです。これフランシスも昔この VO2 と VE のこのズレがあることを言っていました。ただこれ、人工的にきれいに呼吸が浅くなったり、深くなったりするようにさせても、この遅れが出ることがあるので、これがあるから必ずオシレーションだっていうことは言えないんですけれども、これがぴったり揃ってるようなこういう揺れの場合には、それはコンタミネーションというふうにワッサマン先生は表現していました。汚染っていうことで、呼吸の仕方の汚染っていう、そういう意味です。もう一つですね、ワッサマン先生がですね、こういうメカニズムあるんじゃないかと言ってた、ものにですね、心拍出量の
変動というものがあります。その一つとしてこのトラウベヘーリングウェーブというのがあるんですけれども、動脈壁っていうのは呼吸によって約10秒間隔でですね、収縮と拡張を繰り返してるんですね。で、その動脈壁が収縮拡張を繰り返す動脈壁というか、動脈のそうすると太さが変わりますよね。ですから高負荷、抵抗が変わるわけですよ、10秒ごとに。それに応じて、ストークボリューム、それも増えたり減ったりするということで、それが、VO2 とか VCO2、VE の、変動に関係しているんだという、そういう説もあるんです。で、心不全なんか交感神経が活性が更新すると、右の絵にあるようにその収縮の度合いが強くなるという報告もありまして、トラウベヘーリングっていうのが、心不全の場合にはオシレーションの原因の一つじゃないかという説もあるんですが、ただこれは否定的な意見もありまして、心不全の場合、EOV も起こるし、こういう現象も起こっているっていうことなんじゃないかなっていう人もいます。EOV があった場合どうしたらいいかということなんですけれども、循環遅延と感覚受容体感受性更新、この2つのメカニズムに対策をすればいいわけです。で、循環遅延っていうのは心拍質量、それから肺循環、この辺がですね、関係してきます。で、心拍質量に関しては、PCI とかですね、CRTD とかですね、BADO とか、すぐにその心臓をいじろうとしますけれども、それも重要なんですけれども、心理派のスタッフ用の話ですからね、心理派で心拍質量を良くしましょう。どうするかと言いますと、有酸素運動です。有酸素運動をすると、心筋細胞内のカルシウムの流れ、カルシウムハンドリングって言うんですけど、これ改善する。これ何に関係するかっていうと、心臓の収縮性と拡張性、両方に関係するんですね。有酸素運動っていうのは末梢効果が強いってよく言われてますけれども、ちゃんと心臓も治すんですよ。で、それからあとは血管内細胞機能を改善させますよね。高負荷の軽減で、心ポンプ機能が改善すると。で、血流が速くなると。で、それからあとは抵抗運動も必要ですよね。そうすると骨格筋ポンプ機能が改善しますもんね。で、対策って聞いて運動だけじゃダメですよ。心臓リハビリテーション、食事とかそういうのも関係します。で、アミノ酸摂取とかをして、オシレーションが出てる人って大体筋肉弱いですからね。アミノ酸摂取を進めて、筋肉を作ると。ただし、この場合には CKD があるかどうかっていうのは知ってないといけないということですね。で、肺循環の改善に関しまして、最近 PDE5 阻害薬が有効なのではないかというふうに言われてもいますが、あんまりたくさん使うとこまでは言ってないかなというふうに思っています。で、感覚受容体感受性更新に関しましては、これは交感神経活性、それが過剰に更新するのが原因なわけですから、やっぱりその有酸素運動ですよね。プラス睡眠。睡眠って非常に重要視最近されてますからね。睡眠の時間、睡眠のタイミング、それから、睡眠の持続性ですね。それをしっかり確保するというのは重要で、薬としてはベータブロッカー。あと、最近ちょっとされちゃいましたけど、ASV、これは呼吸のリズムを、強制的に整えるような効果もありまして、結構僕は今でも使っています。で、これがこの ASB を使ってオシレーションが良くなったっていう絵なんですけども、左がオシレーションで、右が ASB によるオシレーションの消失した後の絵ですね。そんなようなことで、オシレーションっていうのは、要はすごく悪い人に多く、サドンデスとかですね、ノンサーバイバーに多いということを言われてますので、見つけたら、ちょっと心不全の中でも特別によく管理をして、丁寧に心臓リハビリテーションをするという方向で、心理派のスタッフはぜひ考えましょう。最後にまとめです。EOV は重症心不全で頻度が高く、予後不良の指標です。循環遅延、化学受容体過剰応答など複数の因子で発生します。CPX で特徴的なパターンを確認できます。見つけた場合は、心不全管理強化、包括的心臓リハビリテーションの導入、
を検討しましょう。以上で、おしまいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。このイギリスの羊でオシレーションとは何の関係もないです。お疲れ様でした。